のささやきの朗読や谷に入る手前の杉の根元にひときわ古びた札が打たれていた。木の皮に食い込むほど深く釘が刺さり、文字はかすれていたが、かろうじて金陵と読める。風にさらされた木札の裏には血のように黒ずんだシミが広がっていた。それを見つけたのは俺がまだ若い頃。その日は猟奇ではなかったが、仲間の田中とこっそり山に入る約束をしていた。金陵区に獲物が多いことを古株の漁師たちは知っている。だから札なんて形だけ。そう思っていた。踏み入れた瞬間、空気が急に重くなった。風が止み、鳥も鳴かない。木々の間を抜ける音が消える。ただ遠く、鉄を叩くような、カン、カンという音がした。あれ？誰か入ってるな。田中がそう言ったが、俺は返事をする気にもなれなかった。音は一定の間隔で続き、次第にこちらへ近づいてくる。銃を構えたまま、俺たちは息を潜めた。だが、姿は見えない。目の前の木々が揺れても、獣の影一つない。ただ、俺の耳元で囁くような声がした。戻れ。その瞬間、田中が叫んだ。おい、これを見ろ。見ると、さっき通り過ぎた金陵札が、また目の前にあった。何度も山を登っているはずなのに、いつの間にか入り口に戻っている。風が再び吹き出した。札の裏がこちらに向き、裏面の擦れた墨の文字がはっきりと見えた。そこには、戻るな、と書かれていた。俺たちは山を降りることにした。ふざけた札のいたずらにしては気味が悪すぎる。だが、田中が突然立ち止まった。なあ、道が違う。確かに、いつも通る沢筋がない。代わりに、まるで誰かが掘ったような細い溝が地面を走っていた。そこには黒く湿った泥がたまり、かすかに獣の毛が浮かんでいる。田中は銃を構えた。鹿か熊か、どっちでも撃って帰るぞ。そう言って溝をたどっていく。俺も仕方なく後に続いた。その時、前を歩く田中の足跡のすぐ脇に、もう一つ足跡が現れた。形は俺たちと同じブーツの跡。だが、沈み込みが
深い。まるで地の底から押し出してくるような、そんな跡。おい、田中。後ろに誰かいるぞ。そう言って振り返ると何もいない。だが耳元でまた声がした。戻るな。その瞬間、田中が引き金を引いた。山の中に銃声が響く。だが獲物も撃った先の影もなかった。田中は目を見開いたまま銃口を下げていた。あれ、俺が撃ったんじゃない。確かに彼の指はトリガーにかかっていなかった。足元に散らばった薬莢が泥に沈みながら光っていた。数えると3発分。俺たちは1発しか装填していない。風がまた吹いた。どこからともなく木札の音が聞こえる。撃たれた金両札が木々の間で揺れていた。だがどの札にも同じ文字が書かれていた。撃ったら戻れない。田中が足を止めた。頬を伝う汗がまるで血のように黒く見えた。なあ、誰か後ろにいないか。振り向くと、そこには俺たち自身の背中があった。距離にして10メートルほど。もう一組の俺たちが同じ姿勢で銃を構え、こちらを睨んでいた。風が止み、森が息を潜める。互いに動かぬまま時だけが流れた。田中が震える声で言った。おい、引き金に指かかってるぞ。次の瞬間、反対側の俺たちが一斉に発砲した。耳をつんざく轟音。弾が木々を裂き、足元の泥を跳ね上げた。田中が崩れ落ち、俺は慌てて後退した。だが、倒れた田中の体からは血は流れていない。代わりに服の下から木くずがこぼれ落ちていた。その肌は木の肌のように硬く、節のような模様が浮かんでいる。俺は銃を手放し逃げようとした。だが進むたびに同じ札が現れる。何度も何度も。やがて道の先に一枚の札が立っていた。その裏には新しい墨の跡でこう書かれていた。次の金両者はお前。足元に転がった重心が勝手に持ち上がる。俺の肩に押し付けられた冷たい鉄の感触。そして引き金が俺の指ではなく、もう一人の俺の手でゆっくりと引かれた。乾いた銃声。山が沈黙した。翌朝、猟友会の老人たちが語っていた。
今年も出たんだとよ。金両札の裏に新しい名前が彫られていたらしい。札の木目には確かに俺の名字が刻まれていた。漁師の間で着ると取れると噂されている革ジャンがあった。元の持ち主は古参の漁師藤田。5年前金陵区の奥で行方不明になったきり戻らなかった。ある晩藤田の息子からその革ジャンを譲り受けた。これは親父の形見だ。お前なら似合うだろう。光沢を失い手首のあたりが妙に柔らかい。それでも上質な革に違いはなく、俺はありがたく受け取った。袖を通した瞬間、ひんやりとした感触が背中を張った。内側が生ぬるく湿っていて、まるで皮膚そのものを着ているようだった。山に入る朝、曇り空の下でジャンパーを閉めると、背中に誰かの呼吸が触れる感覚がした。獲物の気配がない日だった。風が止まり、猟犬がうなり声を上げた。その時、俺の耳に低い声が届いた。あそこだ。辺りには誰もいない。犬が怯えて尻尾を巻く。声は革ジャンの襟元の内側から聞こえてきた。銃を構えても標的は見えない。代わりに革ジャンの袖口が少しだけ動いた。まるで誰かが内側から手を差し伸べているように。日が暮れて山を降りた。だが帰りの車のミラーに映った自分の姿に違和感を覚えた。ジャンパーの首元から覗く肌の色が自分のものではなかった。それは土に焼けた年寄りの皮膚の色だった。だが袖が皮膚に吸い付いたように動かない。無理に引っ張ると袖口の裏地が肉の繊維みたいに伸びた。それでも力任せに引き剥がすと皮がちぎれたような音がした。裏地には赤い線が幾筋も走っていた。血管のように脈打ち、指先で触れるとぬめりがあった。慌てて投げ捨てたが、床に落ちた革ジャンは自ら形を戻し、まるで呼吸をするように膨らんでは沈んだ。その夜、夢を見た。月明かりの参道を藤田が歩いている。肩口に銃を担ぎ、口を閉ざしたまま何かを探していた。ふと立ち止まると、藤田はゆっくりとこちらを振り向いた。唇が動いた。返せ。目が覚めると、部屋の隅に革ジャンが立てかけられていた。昼間に投げたはずなのに泥がついている。肩のあたりには
重傷が当たったような擦り傷が新しく増えていた。怖くなって倉庫の奥に押し込んだ。だが夜になるとそこから獣を呼ぶ口笛が聞こえた。それは藤田がよく使っていた合図だった。3日後、猟仲間の一人が山で見つけたという。俺の倉庫の鍵を持ったまま消えた藤田の息子の足跡。そしてその足跡の隣に残っていたのは川の裾に似た長い跡だった。夜明け前、裏口の戸がゆっくりと開いた音で目が覚めた。銃をつかんで部屋を出ると冷たい風が流れ込み、倉庫の扉が勝手に開いていた。中に入ると革ジャンが床に置かれている。昨日まで黒光りした革は汗。代わりに湿った赤みが滲んでいた。その中央に誰かの手形が押し付けられている。5本の指は革の内側から浮き出ているようだった。倉庫の奥で声がした。返せ。そこには藤田の息子が立っていた。顔は泥にまみれ、片腕が肘から先まで赤く染まっている。返せって言ってるだろ。親父の皮膚を。言い終えるより早く彼は倒れた。腕の皮が裂け、革ジャンの袖が伸びた。まるで息子の体を取り込もうとしているかのように。俺は銃を構えた。だが標準の先で革ジャンは自ら立ち上がった。袖口が風に揺れ、背中の縫い目がゆっくりと開く。中からは土と血の混じった顔が覗いた。それは確かに藤田だった。眼下の奥にかすかに炎のような光が揺れている。彼の口が動いた。お前にも着せてやる。銃声が響いた。だが当たった感触はなかった。気づけば俺の腕にあの皮が巻きついていた。朝になり仲間たちがやってきた。倉庫の中で壁にもたれるように座る俺を見つけたらしい。革ジャンをきっちり着込み、穏やかな顔で笑っていたという。ただ一つ誰にも説明できなかった。俺の皮膚と革ジャンの境目がどこにも見当たらなかったということを。その祠を見つけたのは獲物を追って迷い込んだ谷の奥だった。地図にも載らない細い沢筋で、木々の間に不自然な空白がぽっかりと空いていた。そこだけ風が吹かず、鳥も鳴かない。湿った空気の中、古びた祠が
ポツンと立っていた。屋根は苔に覆われ、祠の前には灰になりかけた線香が3本。最近まで誰かが手を合わせていた形跡がある。俺はその前で立ち止まり、ふと中を覗いた。中には乾いた獣の骨と錆びた銃弾が並べて置かれていた。しかも玉には血のような赤いシミが残っている。妙な胸騒ぎを覚えながらも、つい手を伸ばして玉を掴んだ。その瞬間、風が吹いた。祠の屋根が揺れ、古い木片が落ちる音がした。背後で猟犬がうなった。振り返るといつの間にか霧が立ち込めている。森が音を吸い取ったように静まり返っていた。帰るぞと声をかけたが、猟犬は動かない。ただ祠の方を見つめ、背中の毛を逆立てている。俺は仕方なく銃弾をポケットに入れ、その場を離れた。だが谷を抜ける頃には太陽の位置が変わっていた。時間が異様に早く過ぎたような感覚。そして肩のポケットの中であの銃弾がかすかに脈打っていた。夜山を降りた後もポケットの中の銃弾は熱を帯びていた。取り出してみると昼間よりも赤黒く、表面に細い亀裂が走っている。そこからにじむように湿った液が染み出していた。俺は嫌な予感がして外に投げ捨てた。だが翌朝、玄関の前にその玉が転がっていたんだ。泥にまみれ、まるで自分で這い戻ってきたかのように。その日から奇妙なことが起き始めた。仕掛けた罠には何もかかっていないのに、周囲の木々に血の跡がついている。雨で流れるはずの赤が乾いても消えない。夜寝静まった頃、外からかすかな音がした。重傷を叩くようなコンコンという音。最初は風かと思った。だが音は次第に近づき、玄関の戸を叩いた。低く湿った声が木戸の隙間から漏れた。俺は思わず銃を構えたが、外には誰もいない。月明かりに照らされた地面の上、あの祠に備えてあった獣の骨が転がっていた。そしてその骨の中には再びあの銃弾が詰まっていた。触れると熱く鼓動のように震えている。翌朝、古くから山を知る老人にこの話をした。老人は顔を青ざめさせ、お前、それ、触ったのか？金陵の祠に備えてある弾は、山が撃ったもんなんだ。それを持ち帰るやつは、次に撃たれる。
俺は笑ってごまかした。だがその夜から耳鳴りが止まらなくなった。まるで遠くの山から鉄を叩く音が響いてくるように。夜中に目が覚めた。部屋の中に湿った土の匂いが満ちている。外からは一定の間隔でコンコンという音。まるで銃の底を地面に打ちつけているようだった。恐る恐る戸を開けると、月明かりの下に祠があった。山の奥に置いてきたはずのそれが、まるで根を引きずってきたかのように庭先に立っていた。祠の前には俺の猟犬が伏せている。ぐったりとして動かない。そばに転がった銃の銃口から灰のようなものがこぼれていた。それは弾丸の形をしたまま白く乾いていた。足元の土が湿り、黒いシミが広がっていく。そこから泡のように小さな骨が浮かび上がり、一つ一つが祠の中へ吸い込まれていった。返せ。声が背後から聞こえた。振り向くと山で見た獣の骨が立ち上がっていた。形は人に似ているが、目も口もない。ただ頭の中央に銃弾が埋め込まれている。その弾が赤く光った。体が勝手に動き、銃を拾い上げた。引き金が自然に引かれ、祠の中心に火花が走った。轟音の後、世界がひっくり返るような衝撃。視界が白く染まり、土の匂いだけが残った。気づくと朝だった。俺は祠の前に座っていた。銃は粉々に割れ、手には何も握っていない。ただ、祠の中に一つだけ新しい弾が備えられていた。刻まれた文字は見覚えのある筆跡だった。撃ったのは俺だ。山の風が吹き抜け、祠の鈴が鳴った。その音はまるで笑っているようだった。